2026年の春、韓国ソウルのある路上生活者シェルターで始まった一人の男の話だ。彼はもうすぐ死のうとしていた。シェルターの片隅に座る60代の男性。名前はキム・ジョンス。その目には何も映っていなかった。喜びも希望も明日への意志も、ただ静かに消えることだけを待っていた。10年間ずっとそうだった。うつ病と診断されてから10年が過ぎていた。仕事を失い、家族を失い、自分という存在の意味さえとっくに失っていた。生きていることが重かった。息をするたびに苦しかった。そんな彼のそばにある日、一人の少年が近づいてきた。発達障害を持つ10代の男の子だった。少年は何も言わなかった。ただ小さな手を伸ばして彼の手をそっと握った。そしてこう言った。おじさん。たった一言だった。けれどその言葉は10年間誰も届かなかった場所に静かに落ちた。彼は泣かなかった。泣き方を忘れていたから。でもその手の重さだけは感じた。暖かかった。小さかった。それでも確かにそこにあった。絶望は消えなかった。痛みも消えなかった。それでも彼はその日から死ぬことができなくなった。この小さな手が一人の人間をもう一度この世につなぎ止めた。これは奇跡の話ではない。ただ手を握られただけの話だ。ではこの男は一体どんな人生を歩んできたのだろうか。次はキム・ジョンスという男の始まりの物語を見ていこう。1960年代、韓国は貧しかった。キム・ジョンスはソウル郊外の小さな町で生まれた。父は工場の作業員だった。母は毎朝暗いうちから市場へ出かけた。家にはいつもお金がなかった。それでも笑い声はあった。ジョンスは賢い子だった。勉強が好きだった。本が好きだった。いつか大きな仕事をしたいと思っていた。高校を卒業した後、彼は建設会社に就職した。若かった。体も丈夫だった。現場の仕事はきつかった。それでも歯を食いしばって働いた。30代の頃、小さな建設会社を立ち上げた。最初はうまくいっていた。仲間もいた。家族もいた。妻と2人の子供がいた。しかし時代は変わった。2008年のリーマンショック、その後も続く不景気、受注は激減した。借金だけが膨らんでいった。50代の半ば、会社は倒産した。妻は去った。子供たちとも連絡が途絶えた。彼の手に残ったのは借金と空っぽの部屋だけだった。その日からジョンスの心は少しずつ壊れていった。朝起き上がれない日が増えた。食事を忘れた。風呂にも入れなくなった。医者は言った。重篤なうつ病ですと。薬を飲んだ。飲んでも消えなかった。痛みはただそこにあり続けた。10年という時間が静かに、そして残酷に過ぎていった。2026年の春、ソウルの路上で彼は一人立っていた。所持金はほとんどなかった。帰る場所もなかった。それでも彼はまだ生きていた。なぜ生きていたのか。それは次の物語が教えてくれる。ソウルのある路上生活者の支援施設、その扉を彼は長い間ただ見つめていた。入るべきか、いや入る資格が自分にあるのか。ためらいながらも足が動いた。扉の向こうには暖かい空気と食事の匂いがあった。施設のスタッフが言った。ボランティアを募集していますと。理由はわからなかった。ただ何かに引っ張られるように彼はうなずいた。 IMG 薄暗い施設の廊下、初めて足を踏み入れる男性の後ろ姿。最初の日はただ椅子を並べた。次の日は食器を洗った。誰とも言葉を交わさなかった。それでよかった。声を出すことがまだ怖かった。4日目の朝だった。廊下の端に一人の少年が立っていた。年は17か18か。目が合った瞬間、少年はまっすぐに歩いてきた。そして何も言わずに彼の手を握った。柔らかくて小さな手だった。発達障害を抱えるその少年は言葉が少なかった。
でも、おじさん、と、はっきり言った、たった一言だった。でも、その一言が、彼の胸の奥深くまで刺さった。10年間、誰かに必要とされたことがなかった。10年間、自分の名前を優しく呼ばれたことがなかった。涙は出なかった。涙の出し方をもう忘れていたから。それでも何かが確かに動いた。凍りついていた何かがほんの少しだけ溶けた。その日から少年は毎朝彼を探した施設に来るたびにその小さな手が伸びてきた。死にたいという気持ちはまだあった。消えてはいなかった。でもその手を振り払うことができなかった。絶望の中に小さな怒りが降りてきた。その怒りの重さが彼をこの世界につなぎ止めていた。春の光はまだ遠かった。それでも確かに何かが始まろうとしていた。何かが変わり始めていた。少年は毎朝施設の入り口で彼を待った。他の誰でもなく彼だけを。その小さな手が扉の前で揺れていた。男は最初どうすればいいかわからなかった。自分が誰かに必要とされるなどもう何年も感じたことがなかった。ある朝、少年が転んだ。廊下の段差に足を引っ掛けて床に膝をついた。男は気づいた時もう走り出していた。自分でも驚くほど素早く大丈夫か、その言葉が口から出た。10年ぶりに誰かを心配して声を出した。少年は泣かなかった。ただ立ち上がってまた手を差し出した。その手を男は握った。今度はためらわなかった。施設のスタッフがそっと教えてくれた。少年は人見知りが激しく、知らない人の手を自分から握ったことは一度もなかったと。男は返す言葉が見つからなかった。夜、簡易ベッドの上で天井を見つめた。死にたいという気持ちはまだそこにあった。消えていなかった。霧のように心の底に残っていた。でもその夜は不思議と何もしなかった。できなかった。というよりしなかった。明日あの手が来ると知っていたから。春の朝はまだ冷たかった。2026年の東京と同じようにソウルの空も灰色だった。それでも男は次の朝施設の扉を開けた。少年がいた。走ってきた。そして笑った。その笑顔を見た瞬間、男の胸の奥で何かが静かに音を立てた。絶望は消えなかった。でも絶望の隣に小さな場所が生まれていた。その場所に少しずつ光が差し込もうとしていた。幸せだった頃の話をしよう。男にはかつて家族がいた。妻がいた。子供がいた。小さな食卓があった。朝、目を覚ますと誰かの声がした。夕方、家に帰ると明かりがついていた。それだけで十分だった。それだけで生きていけた。でもある日突然何もかもが変わった。会社が倒れた。借金が残った。妻は去った。子供の顔を見る資格が自分にはないと思った。悲しみは静かにやってきた。嵐のように来たのではない。霧のようにゆっくりとじわじわと男の中に入り込んだ。朝起きられなくなった。飯が食えなくなった。笑い方を忘れた。10年が過ぎた。男はずっと自分が消えることを考え続けていた。誰にも必要とされない人間はいなくなっても構わないと本気でそう思っていた。でも今男の隣には少年がいる。走ってくる足音がある。名前を呼ぶ声がある。おじさん。その一言が男の胸に刺さる。歯のようにではない。光のようにだ。絶望はまだそこにある。消えてはいない。夜になるとまた暗くなる。また死にたいと思う瞬間が来る。でも朝になると少年の顔が浮かぶ。あの笑顔が浮かぶ。それだけで男は布団から出られる。幸せとは大きなものではなかった。誰かに必要とされること、誰かの朝の一部になること、それだけで人はもう少しだけ生きていける。男は今日も施設の扉を開ける。少年が待っている。その小さな手が男の支えになっていた。そして男もまた
誰かの支えになろうとしていた。男には支えと呼べるものがなかった。長い間、ずっとそうだった。家族も、仕事も、居場所も、全部、少しずつ、こぼれ落ちていった。気づけば、何も残っていなかった。それでも、今、男はここにいる。施設の扉を、毎朝開けている。あの少年が、いるから。でも、ある日のことだった。男の体が、動かなくなった。朝、目が覚めても、起き上がれない。天井だけを、見つめていた。頭の中で、声がする。もう、いいんじゃないか。10年間、ずっと聞かされてきた声だった。お前がいなくても、誰も困らない。お前の代わりはいくらでもいる。その声はいつも正しそうに聞こえた。男は目を閉じた。少年のことを思った。あの小さな手を思った。アジョシと呼ぶ声を思った。それでも体は重かった。その日、男は施設に行けなかった。夕方、施設のスタッフから連絡が来た。今日、ミンジュン君がずっと待っていましたよ。扉の方を何度も見ていました。男は電話コールで黙っていた。言葉が出なかった。泣いているのか、息をしているのか、自分でもわからなかった。待っていた。あの子が待っていた。自分のことを待っていた人がいた。それだけのことが男の胸を深く揺さぶった。翌朝、男はまた布団から出た。完全に元気になったわけじゃない。絶望はまだそこにある。消えたわけじゃない。でも、絶望だけではもう死ねなくなっていた。誰かが待っている。その事実が男の足を動かした。支えとは大きなものじゃない。誰かの視線、誰かの声、誰かが扉を見つめる。その姿、それだけで人は立ち上がれる。男は気づいていた。自分がずっと探していた支えは、実はずっとそこにあったのかもしれない。と、そして男自身も誰かの支えになっていた。気づかないうちに、確かになっていた。変化はある朝突然やってきた。男は気づいたら早起きしていた。シェルターへ向かうため誰かが待っているから、それだけの理由で目が覚めた。10年間朝が来るたびに絶望していた男が、今は朝が来るのを待っていた。小さな、しかし確かな変化だった。シェルターでの日々が少しずつ男を変えていった。最初はただ椅子に座っているだけだった。何かをする気力などなかった。しかしユナがそばにいた。あの発達障害の少年が毎日男の隣に来た。言葉は少なかった。ただ隣に座る、ただ手を握る、それだけだった。だがその重さが男の中で積み重なっていった。ある日、男はユナのために水を汲んだ。次の日は一緒に窓の外を眺めた。その次の日は絵本を一緒に読もうとした。うまく読めなかった。声が震えた。しかしユナは笑った。その笑顔を見たとき、男の胸に何かが灯った。消えかけていた火が小さく揺れた。男は思い出した。かつて誰かの役に立てると信じていた頃の自分を、仕事を失い、家族を失い、その記憶ごと捨てたはずだった。しかしユナの前では男はただのおじさんだった。何者でもなく、しかし確かに必要とされている誰かだった。2026年の春、男は初めて自分の選択を振り返った。死を選ばなかった夜のことを、あの夜扉を開けたことを間違いではなかったと。変化とは劇的なものではなかった。毎朝少しだけ早く起き、少しだけ誰かのために動く、ただそれだけのことだった。しかしその積み重ねが男を人間に戻していった。絶望は消えなかった。しかし絶望の隣にもう一つの何かが生まれていた。まだ名前もわからない。その感情がやがて男の人生を大きく揺るがすことになる。あの青年が初めて男の手を握ったのは2026年の春のことだった。シェルターの食堂にいつものように朝の光が差し込んでいた。男は黙ってパンを並べていた。ただ並べるだけの仕事だった。それでも男は丁寧にやっていた。その時、背後から小さな足音がした。振り返ると、発達障害を持つあの青年が立っていた。17歳だと後で聞いた。
青年は何も言わなかった。ただ、男の手をそっと握った。おじさん。たった一言だった。それだけだった。しかし男の胸の中で、何かが音を立てて崩れたのではない。溶けたのだ。10年間、凍りついていたものが、男は声を出せなかった。泣くこともできなかった。ただ、その小さな手の温度を感じていた。この手は、何も知らない男がどれほど深い場所にいたかを、何度消えようとしたかを、それでも青年の手は離れなかった。知らないから離さなかったのかもしれない。知らないから恐れなかったのかもしれない。男はゆっくりその手を握り返した。生まれて初めて誰かに必要とされている気がした。いや、違う。必要とされたことはあったかもしれない。しかしこの時初めて男はそれを受け取ることができた。絶望は消えていなかった。夜になればまた戻ってくることも知っていた。しかし今この瞬間、男には理由があった。この場所にいる理由が、この手を離さない理由が、それは希望などという大きなものではなかった。ただ、小さな手の重さだった。その重さだけが、男を地面につなぎ止めていた。絶望だけでは、もう死ねなかった。あれから、季節が3つ過ぎた。男は今も、あの施設に通っている。毎週水曜日と土曜日、それが、男の決めたリズムになった。IMG。老人が薄曇りの朝、古びたバスに乗り込む後ろ姿、劇的な変化など、なかった。抑うつの波は、今も繰り返し訪れる。朝、布団から出られない日もある。電話を取れない日も、ある。しかし以前と、一つだけ違うことがあった。水曜日が来る。それだけで、男は起き上がることができた。IMG。カーテンの隙間から朝の光が差し込む。質素な部屋。あの少年は、今年で18歳になった。名前を呼ぶより先に、男の手を探す。その習慣は、変わっていない。男もまた、その手を待っている自分に気づいていた。待つ理由が生まれた。それは、生きる理由と、ほとんど同じことだった。IMG。施設の廊下で、老いた手と若い手が静かに重なっている場面。ある日、施設のスタッフに言われた言葉がある。あなたが来ると、あの子の顔が変わるんですよ。と、男はその時、うまく返事ができなかった。照れていたのではない。ただ、その言葉の重さを、どこに置けばいいかわからなかった。誰かに必要とされるということが、これほど重いとは、60年以上生きてきて、初めて知ったことだった。IMG。窓の外を見つめる男の横顔。目に静かな光がある。精神科の主治医は、こういう回復とは元に戻ることではありません。と、絶望と共存しながら、それでも歩けるようになること。だと、男は今、その言葉の意味を体で理解している。絶望は消えない。しかし絶望の隣に、小さな椅子ができた。そこに、あの手の重さが座っている。それだけで、男は今日もここにいる。次回。この物語の最後へ、絶望は消えなかった。それでも男は、今日もあの場所へ向かう。10年間、一人で抱えてきた重さは、まだそこにある。しかし今は、その隣に別の重さがある。小さな手が、握ってくれた重さが、おじさん、と呼んでくれた声が、誰かに必要とされるとはどういうことか、男は言葉では説明できない。ただ、あの瞬間から、死ねなくなった。それだけが事実だった。回復とは元に戻ることではない。絶望と並んで歩けるようになること。主治医のその言葉を男は今も毎朝思い出す。完全には信じられなくても信じようとしている。それだけで十分なのかもしれない。あなたの人生にもきっとどこかに小さな手がある。気づいていないだけで誰かがあなたを必要としている。今日この物語があなたに届いたなら、それは偶然ではないかもしれない。